るよ。作者くんが映画の助監督やってる親戚のアドバイスを真に受けて、今回から解説役をアリアルちゃんからアシに交代したんだ。再生数のためなら好きだったアリアルちゃんをポイ捨てするなんて、作者くんはひどい人だね。画面の前のオタクくんたちは足を捨てるようなことはしないよね。はいって言え。さて今回はイギリスの運入枠、コロッサス級、マジェスティック級空母を紹介するよ。この2隻は純同型艦で、英語版2機だと1942年型軽空母とひとまとめにされてるから、ここでも両方同時に紹介することにしたんだ。さて時は1941年、イギリス海軍は深刻な艦隊空母不足に陥っていた。というのもこれまでに有力な正規空母を3隻も失ったほか、イラストリアス級のドイツ、イタリア空軍の猛攻撃で大破する艦も出ていて、空母の稼働数が激減していたんだ。そのためすぐ完成する防空空母が強く求められており、いくつもの案が提案されたよ。中にはホーキンス級従順を改造したり、大型のマックシップを作る案まであったよ。しかしちょうどその頃鉄道情勢が緊迫化、有力な日本海軍に対抗できる空母が求められ、結局中型空母を民間造船所で新規建造する方針に固まった。そして1942年3月より順次寄港され、44年から続々と収益したのがコロッサス級。建造途中のコロッサス級を設計変更して大型化した艦載機に対応したのがマジェスティック級になるよ。さてここではコロッサス級とマジェスティック級のスペックについて見てみようね。満載排水量はコロッサス級は1万8000トン、マジェスティック級は1万9500トン。大きさは両者とも全長212メートル、全幅24メートル、喫水は約7メートルだよ。速力は戦艦部隊に追従できる程度に妥協され、最高速度は25ノット。機関は巡洋艦のものを使用していて、建造中止になった巡洋艦の部品を流用したよ。設計はイラストリアス級のものを多く流用しているため、航空機の運用能力は高かったよ。だけど早期完成と戦後に客船として改造するため商船構造を採用。おまけに飛行甲板含め走行はほとんどないよ。さらに設計段階での寿命は3年だったから、居住性も省略。あまりの居住性の悪さに戦後すぐにハンモックを撤去してベッドを導入しただけでなく、今後建造する全ての軍艦には食堂を設けることが決まったほどだよ。航空輸送については当初41機搭載の予定だったけど建造中に変更されて、小柄なイギリス製艦載機なら52機の運用が可能となったよ。ただし F6F などの大柄なアメリカ機を運用した場合、ファイアフライト合わせて32機の運用となるなど、小型空母ゆえの限界がすでに見えていたよ。実際戦後改装されて小型のスカイホークやエタンダールを主力にしても、搭載機数はヘリを合わせて20機程度。2トラッカーとヘリを混載した場合はトラッカー6機と8機のヘリの最大14機程度しか乗せられなかったんだ。格納庫は1段式で高さは 5.3 メートル。飛行甲板に装甲を張らなかったおかげで、イラストリアス級の格納庫よりも1メートル高くできたんだ。これのおかげで戦後も多くの艦が使われ続ける一因となったよ。他には油圧カタパルトを装備して最大重量 6.4 トンの航空機を運用可能。マジェスティック級は 9.1 トン、後に11トンの航空機を運用できるよう艦板が補強されたよ。また一部の艦は戦後に蒸気カタパルトへ換装。大型機であるトラッカーを運用可能になったんだ。武装は広角砲を搭載せず、40ミリボフォース機関砲などの各種対空砲を装備。艦隊防空は艦載機と護衛艦に任せるという思い切った仕様だよ。当初は機関砲のみ搭載予定だった息吹が途中で広角砲を搭載したのとは対照的で面白いね。戦中と戦後の改装で武装を40ミリボフォースに統一したけど、対空ミサイルを搭載した子はいなかったよ。総じてコロッサス級とマジェスティック級は航空機運用能力以外の性能は必要最低限って感じだね。さてここで同じ戦時量産型空母の運入型と比べてみようか。コロッサスは運入型と比べ一回り小さいほか、速力も劣っていることがわかるね。だけど運入型はカタパルトがないから、剣山とかの大型機を運用するため大型高速化しなければならなかったよ。多分これでギリギリの性能だったと思うよ。それにドイツ空軍から艦隊防空するのとアメリカの機動艦隊と殴り合うのとでは求められる性能は全く違うものになるからね。設計思想や運用方法が違うから単純な比較はできないのが答えと言えるね。さてここからはコロッサス級とマジェスティック級の活躍について見ていこうか。コロッサス級は一番艦コロッサスが44年の12月に収益したのを皮切りに46年までに10隻が収益。ウチパッシュスとパイオニアが航空機整備母艦として完成したよ。この航空機整備母艦というのは
艦内で艦載機の修理や整備を行うことで空母の負担を減らして艦載機の稼働率を上げることが仕事の船だよ。だけど朝鮮戦争後の財政難で2隻ともすぐ退役してスクラップになっちゃったけどね。コロッサス級は収益が第二次大戦末期だったため4隻が対日戦線に参加したけど全く戦果を残してないよ。戦後はコロッサス級を早期に退役させて高速客船に改造するかスクラップにする予定だったけど厳しい財政状況が待ったをかけたよ。イラストリアス級は対戦を通じた国士のせいで維持費が上がってたし低い格納庫は大型化する艦載機に対応できなかったんだ。それに近代化改修には莫大な改造費がかかることも予想されていたよ。だけどコロッサス級は小型で維持費も安い。おまけにイラストリアス級よりも大型な艦載機を運用できるから運用が継続されたんだ。結果朝鮮戦争ではイギリス機動艦隊の主力として活躍したよ。朝鮮戦争後は空母6隻体制の決定とより高性能な戦闘級オーディシャス級の収益により続々と退役。トライアンフは工作艦として改造再収益したけど航空機整備母艦含む3隻はスクラップ4隻はカナダオーストラリアオランダフランスに売却うち3隻は南米に転売されたよ。マジェスティック級は6隻が建造されたけど全艦浸水後に戦争が終わり建造中止。5番艦リバヤさんはスクラップになったよ。だけど未完成だったおかげで斜め甲板とかの新技術を盛り込んだ改造が安く済み有料物件として注目されたんだ。採用がまだね。当然正位置4隻がオーストラリアやカナダに渡されたけど4番艦ヘラクレスはなんと浸水から16年後にインド海軍に収益することになったよ。こうして全世界に散らばったコロッサス級やマジェスティック級は多くが劣戦中に退役したけど南米とインドに渡った子は先に退役した同型艦のパーツを使って劣戦後も現役を続行。最後に残ったコロッサス級3番艦ベンジェンス元いブラジルのミラス J ラスが退役したのは2001年。ちなみにベンジェンスは大戦中に対日戦線に派遣された4隻のうちの1隻だよ。設計寿命の約20倍は長持ちしたことになるね。それとインド海軍に行ったヘラクレス・ポトビクラントは97年の退役後は2013年まで記念艦として残存してたよ。だけど船体の劣化が深刻だったためスクラップになっちゃったんだ。できればミカサのように埋め立ててでも残してほしかったね。まとめるとコロッサス級マジェスティック級は第二次世界大戦にはほとんど間に合わなかったけど戦後に各国で売却されたおかげで航空母艦の運用ノウハウや有効性を世界中に布教したよ。実際コロッサス級やマジェスティック級を導入した国は退役後も空母や強襲揚陸艦を建造して運用しているところも多いからね。さて今回はここまで。本当はゆっくり解説のネタとして作ったけど艦ごとの経歴紹介で心が折れてこのシリーズ域になったから長くなってごめんね。次回もオタクくんたちに会えると嬉しいな。だから浮気するんじゃねえぞ。作者お前も他人事じゃねえからな。感想やリクエストあればどうぞ。いいね高評価チャンネル登録もらえると嬉しいな。また会おうね。バイバイ。